内惑星開発と核融合の完成。2100年、核融合時代の幕開け、小型核融合炉が実用化された。人類は化石燃料から脱却し、月や火星は身近な居住区となった。2115年、木星経済圏の設立、資源ヘリウム酸を求め木星へ向かう。木星ゴールドラッチと怪物の発見。2132年、トロヤ軍コンビナート、ラグランジュ点に巨大基地を建設。2145年、陽子サイズの怪物、マイクロブラックホールが発見される。マケのエネルギー革命。2162年、マケのエネルギー革命、磁場が時空の歪みを強制抽出する。2175年、ワープ理論の最適化、必要質量は数トンへと劇的に減少。超高速への挑戦と沈黙の実験。2188年、無人ワープ実験の成功。だが高速の壁が通信を拒絶した。2195年、有人実験の失敗。救援のない 4.25 光年の孤独。初号機完成、新時代へ。2200年、恒星間高校線の完成、隣の太陽までわずか4日半の旅。木星の怪物を手なずけた人類が、ついに隣の太陽へ指をかける。2200年7月17日、ワープ、ドライブ起動、我々の100年の夢が、今、時空をうがつ。今回はふと SF のアイディアを思いついたので、できるだけ科学的な根拠に基づいた SF を作ってみました。アイディアの文字起こしは AI 使ってすぐにできたのですが、SDXL だと希望通りの絵が出せず、宇宙物は厳しいですね。それではまた次回お会いしましょう。音声はボイスボックス、ビトでした。